あっという間に12月。12月といえば、そうだね、チキンだね。クリスマスといえば白いひげのおじいさんをパッと想像するんじゃないかと思います。駅周辺にはないので何かないかなと探していたら、ロティサリーチキンのお店があったんですよ。というわけで早速、ロティサリーチキンをメインにやられている丸鶏ダイニングフレームさんへ向かっております。このチャンネル、きのこ先輩の弘前飯では、旅行者や学生でも行きやすい弘前の美味しいお店を地元民目線でご紹介しています。毎週見つけたお店をどしどし追加していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。いつもは地下道と駅土手プロムナードという歩道を通って場所の紹介をしてますけども、せっかくの大雪ですのでね、今日は地下道を通らずに行きたいと思います。地下道を通らない場合も時間はあまり変わりません。今日向かっている丸鶏ダイニングフレームさんは弘前駅前の商業エリア本町にあります。駅から徒歩で3分ほどです。大町は表通りはこんな感じ。あまりお店がなさそうに見えますけども、裏手に入ると飲食店がひしめいているエリアです。その分初見だとハードル高いかもしれませんね。レンタカーのお店を右へ曲がるとすぐに見えてくるこちらのビル。看板が見えてますね。1階のドアを開けて奥のお店が丸鶏ダイニングフレームさんです。店内はこんな感じです。15人ぐらいでいっぱいになりそうなサイズですね。タイミングがいいとこんな感じで焼かれるチキンを見ることができます。焼き上がりもかなり時間がかかると思いますので、チキン目当ての方は予約の上で来られた方が確実だと思います。チキンを待っている間、まずはスープをいただきましょう。冬もどの口とはいえ寒かったので温まりますね。オニオンを感じる風味に、クルトンはベーコンでしょうか。結構しっかり味のスープです。美味しい。サラダは自家製のトウモロコシドレッシング。甘いのを想像しましたが、酸味が強めでさっぱりした感じです。早々に食べきってしまいましたけれども、肉料理の合間に食べると口の中がリセットされていいかもしれませんね。ドレッシングは持ち帰り用で販売もされています。いやー、圧巻ですね、8ピース。さすがに頼みすぎましたかね。思っていたよりも鶏1羽が大きかったです。と、ビール。合体して痛風セットの完成です。さて、それではいただいていきましょう。上半身側の2ピースが大きめで、下半身側の2ピースが小さめな感じです。利き手にフォーク、反対の手に手袋のスタイルが食べやすいとのことでした。
へーと思ってフォークで一切れ取ってみた瞬間納得しました。すごい重いんですよね。まずは食べやすそうな場所をチョイスしました。リブに当たるんでしょうか。リブってスカスカなイメージあるんですけども、肉汁が抜けてないからなんでしょうね。持った感じすごいブルンブルンしてですね、フォークだけでは全然支えきれないです。このカットの状態でかぶりつくのが正解みたいですね。そして弾力もすごくて柔らかいんですよね。火の通りが優しいためなのか、骨だけ先に抜いたりするのはちょっと難しいですね。また煮込んだ状態のものとまた違って弾力がありますので、フォークでほぐすのもちょっと大変です。某白いおじいさんのフライドチキンと比較してご紹介しようかと思ってましたけども、あちらとは全くの別物と言っていいと思います。焼き鳥や一般的なローストチキンなどのどれとも違う、今まで食べたチキン料理で似ているものがない感じですね。強いて表現するなら、焼き目をつけた鶏ハムが一番近い食感ですね。むっちり柔らかです。味付けは丸鶏をオリジナルのソースに2日間漬け込んでいるんだそうです。焼くのも1時間ぐらいかかるんじゃないでしょうかね。気の遠くなるような料理ですね。噛むと肉汁と一緒に香味野菜がふわっと香ります。噛むたびにポトフが溢れ出てくるような感じって言って伝わりますでしょうか。すっごい優しい旨味の肉汁がじゅわっときます。ドラムも行ってみましょう。もも肉に当たる部分です。皮の比率が多いのでパリパリ感が強く感じられますね。前歯で剥がして食べてみるとポテトチップスみたいな音がします。もともと旨味が強い部位ですので、皮の感じと組み合わさってダントツに濃い感じです。形状的にもがぶりつきやすいので、胴部分より食べやすい感じがします。フライドチキンみたいなパンチの強さはないんですけども、皮パリの食感の気持ちよさと溢れ出る肉汁の優しい旨味、そして臭みが全くないんですよ。ビールもいいですけど、日本酒や白ワインも合いそうです。私、フライドチキンだとキールが一番好きなんですけど、フライドチキンのキール、ささみに当たる部分ですけども、パサパサ感があって嫌う人も多いですよね。肉の厚さがあってボリューム感を強く感じるから好きなんですけども、フレームさんのカットではリブやウイングに当たる部分にキールがくっついている感じなんですけども、厚みがあってこの部分が一番柔らかくてジューシーな部位になっています。食べ応えの面でもより増していますね。噛むたびに肉汁がすごいです。
肉汁がすごい部分と皮パリが美味しい部分と2種類ある感じですね。交互に食べていくとすんなり食べれてしまう。すでに丸鶏の半身を食べてお腹は満たされているんですけども、もうちょっと食べたいってなっちゃいますね。チキンと一緒に提供してもらった特製スパイスも試してみましょう。こちらも持ち帰り用でも販売されています。少し控えめにささっとかけてみます。ピリッとした風味。見た目は真っ赤ですけども、辛さはそれほどじゃないです。七味よりは辛くない程度ですね。塩気とスパイス感は増えますので、ビールに合わせるには最初から振っちゃってもよかったかもしれませんね。この特製スパイスはバーベキューやキャンプなんかにも重宝しそうです。チキンはもちろんイカやシーフードにも合いそうです。
チキンは食べきれなくて持ち帰るつもりでいたんですけども、食べきってしまいそうですね。やっぱり油が落ちているのとジューシーだからか結構食べれてしまうんですよね。そしてパリパリの皮の食感が癖になってついつい次の1個に手が伸びてしまいます。ビール片手なら4ピースではいけると思います。丸鶏ダイニングフレームさんのランチの営業時間は11時半から14時。ディナーは17時から22時です。定休日は水曜日とのことです。ランチタイムはお得なセットメニューが中心です。今回はお願いしてホールで出していただきましたが、本当にありがとうございます。ディナータイムはパスタなどの提供もありますので、チキンとパスタなどでシェアして食べるのも良さそうですね。営業時間や定休日、お値段は変更になる場合があります。ランチメニュー、ディナーメニュー、ディナーのコースメニューとも公式のインスタグラムで情報を発信されていますので、こちらの QR か概要欄のリンクからご覧になってください。チキンは焼き上がりにお時間がかかるようですので、事前に予約しての来店をお勧めします。予約もインスタの DM からできます。一足早いクリスマスチキン、大変美味しゅうございました。弘前はまだまだ美味しいお店がいっぱいあります。これからもどんどん紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。